こんにちは。お元気ですか？今日からですかね、お盆なのは。なので、会社勤めの方は、もうお盆休みに入ってるっていう感じですかね。ゆっくりされてる方もいるでしょうし、いろいろお盆の、いろいろ用事とかでね、忙しくされてる方もいるかもしれませんが、アイスとかかき氷とかスイカとかを食べて、ゆっくりしたい感じですね。私はお盆でも何でも関係なく安定ののんびりはしてるんですけれども、今もいつものようにベッドにゴローンとなってちょっと休憩してるところです。今日はね、あの私今この後喋った直後に動画アップしようと思ってるんで、今日は昼間に喋ってます。実はいつもね、夜喋ってるんですよ。やっぱり音とかが騒音とかが入らないかなと思って夜喋ってるんですけど、なんとなく昨日の夜とか喋る気が起きなかったんで、今日ね、今13日の火曜日の今2時43分とかかな。今喋ったやつをそのまま編集して今日の夕方にね、アップしようかなっていうふうに思ってます。うんとなんか喋ること忘れちゃったんですけど、何ですかね。お盆だから、いろいろ親戚付き合いとかで忙しい人とかもいるかもしれないですね。あとは地元に帰ってお墓参りとかね、そんな感じで、私はソロで生きてる人間、ぼっちな人なので、そういう行事には全く縁がなくて、お盆とかね、お正月とかね、そういうのは全然関係ない生活をしているので、もしかしたらこの人から見たら、なんて寂しい人、なんて孤独な人なんて思うかもしれませんが、私は全然そういう感情が湧かないというか、何とも思ってないので、楽だなぐらいにしか思ってないですね。ただこう何かしらのイベントというかね、何かしらそういう行事とかがないと若干年間通してねフラットすぎて、その変化はちょっと欲しいかなっていうのはありますね。ただ今私はねちょっと引きこもりがちな感じなので、そんな私にとってはこうやって何もなく家にいられるっていうのはとてもありがたいことなので、それは全然逆にいいなっていうふうに思ってます。もしかしたら私みたいに世の中にねこうやってぼっちで生きてる人もいるかもしれませんが、そういう人はどうなんですかね。寂しいとか思ってるんですかね。私には全然この友達もいなくて、私友達は普通にいますけど、いるけどね、その学生時代みたいになんて言うんだろう、いつも一緒にいるとかいつも連絡取り合ってどっか遊びに行くっていうのってなかなか大人になるとないじゃないですか。友達いるけど基本的にはそんな普段は連絡取ってなくて、用がある時とかなんかちょっとの時とか、あとはこの私が住んでるエリアに出張でちょっと来た時にちらっと連絡して会うとかさ、本当そんなもんで、だから基本的には普段連絡は取らないけども、友達は存在していますみたいな、そんな感じですね。うん、そうそう。そうね、ただやっぱり近くに仲いい出かける友達とかがいたならば、なんかちょっと遊びに行けていいのかなとは思いますね。例えば夏だったらさ、お祭りとか花火大会とかそういうのあるじゃないですか。混んでる場所嫌いなんであんまゴミゴミしたところには行きたくないですけども、そういうねちょっと浮かれたところに行ってちょっと楽しむとかね、そういうのもたまにはやりたいなとか思うんですよね。ちょっと浴衣着たいなとか
思うので、ちょっと私もねもう大人女子な年齢なので、そのちょっと渋めのかっこいい浴衣とかね着てみたいななんていう感じはあるんですよね。そうそう、まあなのでお盆だけれども特にこのどっかに帰ったりとかねそういうのもないので、まあいつも通り一人でのんびりしてるっていう感じです。あ、そうそう、なんかコメントとかでもねこう一人でいるのはなんかぼっちは怖いじゃないけど、そういうコメントって結構なんだろう、前の私が間違って削除しちゃった前のチャンネルの時とかから結構あって、まあ私がこうやってぼっちで過ごしているから同じようにぼっちを感じてる人とかぼっちになってしまうかもしれないっていうその先々の不安を感じる人からたまにコメントとかいただくことがあるんですけれども、でちなみに前のチャンネルの時にね私孤独死についてのテーマの動画を1本上げたこととかあったんですけど、まあそのチャンネル間違って消しちゃったからもうないんだけど、まあ孤独孤独死ってこのワードがさなんかあれっぽくないですか？なんていうかあのちょっとね言葉ど忘れちゃったんだけど、その営業テクニックの一つみたいなやつそのそうそう、不安ビジネスっていうかさ、そういうやつ、恐怖ビジネスとか不安ビジネスとかそういうものの、まあ、つまりお金ですよね。そのマネーを生み出す的なのために作られてるような気がしてしまうんですよね。孤独一人でいることは辛いぞ怖いぞ恥ずかしいぞみたいなさ、そういう孤独死っていうワード、死ぬ時一人っていうのがこう必要以上に恐怖なものだみたいな、そういう心理を呼び起こして、まあ、それをお金に変えてる人が結構いるとかからなのかなとか普通に思ってたりするんですけど、その死ぬ時に孤独なのが怖いっていうのはちょっと正直よくわからないんですよね。なんかなんていうか、別に死ぬ時だから逆に周りに人がいたらちょっと困るしっていうか、うん、なんかどっちかっていうと静かにこう自分だけで生きたいっていう、その猫が死ぬ時どっか行っちゃう気持ちがわかるっていうか、そういう気もするのでその時は一人でいいなって思うんですよね。まあ、ただもしあと1年ですとかそういうのが分かったら、まあ、お世話になった人とかに会いに行ったりとかやっぱそういうのはちょっとしたい気はしますけどね。あとはもうちょっと高いけど今まで食べなかったものをとりあえず全部食うとか、面白そうな本とかをとにかく読み漁るとか、まあせいぜいそれくらいなのかな。もったいないから全部もっとしようみたいな感じですよね。お金とかはね持っていけないですからね。そうそうなので、そうどっちかっていうと孤独死は怖くないけど、その死ぬ時の要因が例えばなんか怪我とか病気とかであの苦しむっていうのは嫌ですね。だから例えば一人で家にいて何かしらの症状が出てあの救急車に乗れなかったとか呼べないで何時間も苦しみ続けるとか、どっちかっていうとそっちの方は恐怖ですね。だから呼べちゃえばいいんですよ。呼んで病院に連れてってもらえれば全然問題ないし、もしくはうっと思ってその10秒後ぐらいになんか突発的にもう死んじゃったらそれはそれで何て言うんだろう、こう苦しみなくてラッキーみたいなそんな感じなんで、それは全然あれですね。ただまあその後ね発見が遅れたりとかすると周りに迷惑かけるので、それはちょっと嫌だなっていうか、まあ、死んじゃったらもう嫌だなっていう
思うその魂自体残ってないかもしれないですけど、ちょっと私の美徳に反するというかそういう気持ちがあって、やはりねそこはねなんて言うんだろう、その生き様ならぬ死に様もある程度は自分でね決めたいなみたいな、そういう気持ちはありますよね。なんていうか、うん。まああとね、最近は昔と違ってですね、あのこの二次元での関係だけじゃないじゃないですか。このいわゆるネット民っていう言葉があるようにですね、自分はこの現実のリアルな世界で物理的に会って話して触ってコミュニケーションをとってっていう人間関係があると同時に、このネットの社会でネット民とつながってやり取りをするっていうコミュニケーションも昔はゼロなかった、そういうコミュニケーションが今って人によってはもう半分以上を占めてたりする、そういう昔ともうなんていうか、一つコミュニケーションとか一つ生き方って言っても全然変わってきちゃってるじゃないですか。だからまなんだろうな、そのバランスを崩すと不健康な状態になったり精神的にも悪い方になってしまう可能性もあるけれども、ただいろんな楽しみ方というかいろんな過ごし方というか、いろんなあり方というかねがあるので、なんていうのかな、好きにやったらいいんじゃないですかみたいな気持ちはありますね。なんだろう何が、私は今日何を話そうと思ってたのかちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけど、もともといつもね話すテーマは全然決めてなくって、なんとなく今日からお盆だっけ、ああお盆かっていう気持ちのまま話し始めたっていう感じですね。そうそう、今日は夕方ぐらいになったらちょっとアイスでも買いに行きたいなっていう風に思ってます。今日はねさっきちょっと海外ドラマをね気分転換に見てたんですよ。えっとね今見てる海外ドラマはヤング・シェルドンっていうやつで、あの昔っていうか、ね、でも昔か15年くらいかな前に始まっ、いやもっと前かな、海外ドラマのビッグバンセオリーっていう人気の海外ドラマがあって、それのスピンオフっていうか、その時の主人公の一人のシェルドンの子供の頃のお話をやってるドラマなんですね、ヤングシェルドンって。で私ビッグバンセオリーっていうのはすごい人気だったから知ってたんですけど、まだレンタル DVD とかの時代にね TSUTAYA に行って、これ借りてみようかなどうしようかなとかすっごい悩んでた記憶があって、すごい人気だったはず。でもねチラッと見てねあんまり面白いと感じなかったのかな、それで結局見なかったんだけど、そうそうで最近ね私はアマゾンプライムで映画とか海外ドラマを最近ここ数年は見てるんだけど、今見てるのはヤングシェルドンで、そのビッグバンセオリーのドラマのスピンオフだって全然知らなくて見てるうちに知ったんだけど、そうそう、このヤングシェルドンがねなかなか面白くてね気に入ってますね。今シーズン3のところを見てるんですけど、今年の初めぐらいにシーズン7でもう完結したらしいんで、アマプラにはシーズン5ぐらいは見れるのかな。でも見てるうちに多分私が見てるうちに7も見れるようになったらいいなって思うんですけども、なかなか面白いです。シーズン1とかね出だしはねそんなに面白いなとも感じなかったんだけど、なんとなく見続けてて、それがシーズン2シーズン3になるとどんどん面白くなってきて、最近は結構ヤングシェルドンすごいハマってるってほどじゃないけど気分転換に見るのにちょうどいいんですよね。なんか結構気に入って見てます。
なんかねこのシェルドン役の男の子もすごいこう可愛いし、だんだんシーズン2、3と大きくなっていくのもすごいなんかいいんだけど、あの結構ね最近すごいシーズン2の後半くらいからなんかちょっといいなって思うのは、シェルドンの妹のミッシーっていう子がいるんだけど、そのミッシーがねこの生意気な感じがねこうしびれるんですよね。なんかすごい可愛くて、あとお兄さんの兄のジョージもすごいよくてなんかね、だからキャラクターがだんだん見てるうちに好きになっちゃうっていう感じですね。結構この海外ドラマ、アメリカとかのドラマって結構家族ものが多かったりするような気がするんだけど、あのこのヤングシェルドンもすごいなんかこうなんていうのかな、こうちょっとコミカルに見れて30分くらいさっとこう気分転換に見るのにちょうどいいんですよね。そのちょっと前に見てたバクスターズっていう、それも海外ドラマのファミリーものなんだけれども、ババクスターズ、バクスター家の人々かな、ちょっと日本名忘れちゃったんだけど、それもねあの家族ものではあるんだけど、どっちかっていうとシェルドンの方が少しこうコミックなというかコミカルな要素があって、ちょっと楽しく見れますね。そうそう、おばあちゃんのバーバも面白い。シェルダンのおばあちゃん、なんか日本語だとバーバっていう風に訳してるけど、なんかね作中ではなんだっけ、ミーマーとか呼んでて、ミーマーって呼んでて、なんかこうアメリカとかでおばあちゃんの呼び方でミーマーって呼んだりとかするんだなとか言って、子供が呼ぶような感じ、おばあちゃんみたいに呼ぶ感じなのかなって思って、なんかそういうのもね、そういう雰囲気も楽しくて、ちょっと知らんけど、それを子供がそうやって呼ぶのかわからんけど、でもなんか日本語訳がバーバっていう訳し方をしてるってことは、ちょっとそういう感じのおばあちゃんみたいな訳し方なんかなと思って、そういうのもちょっと可愛いなというか楽しいなみたいな感じで読んでて、そのミーマーのおばあちゃんがね、これまたねちょっとなんだろう、ロックなおばあちゃんっていうか、ロックじゃないな、なんかとにかくねキャラクターがいいんですよね。全部ね、お母さんもだけど、そうそう、なんかね興味深いんですよね。昔から私気分転換に海外ドラマを見るのが大好きだったんですよ。特にこのアメリカ系のドラマはね、昔すごいハマってたのはデスパレートな妻たちっていうやつはめちゃめちゃ大好きだったんですけど、それとか本当面白くて、主要人物があっさり死ぬとことかもアメリカっぽくて結構好きだったんですけど、まあいいや。あのそう、最近のお気に入りはヤングシェルドンですね。そうこのアメリカのドラマとかがすごい気分転換になるのは、このなんだろう、多分こう私が漫画で気分転換とかもすごくあるんだけど、日本語じゃないっていうのがね多分気分転換になってるんだと思う。このリアルな世界で何か頑張ったりとか、あとはちょっと疲れたりとか、もしくは落ち込んだりとか、そういうのがあった時に日本語じゃなくて違う言語で違う文化のものを見たりとか楽しんだりとかすると、なんかねよりこうスイッチできるっていうか、こう気持ちがこう切り替わる感じがするんですよね。だからこう自分が好きなこの日本のドラマとかを見ると、結構こう自分のリアルな世界とリンクする内容だったりとかあるじゃないですか。この物事とかお店とかそういうのが。でもなんかこうアメリカとか海外のドラマとかだともう世界が違うので、その違う世界に入って楽しめるので、よりこう気分転換になるのかなっていう気がしてますね。うん、そうそう、皆さんも今お盆休みで長期休暇の人とかもいるかもしれないんで、海外ドラマとかね、よかったら見てみてください見てみてくださいっていうか何のおすすめだっていう感じなんですけども、アマプラで前もちょっと言ったけど、私がすごいやっぱ最近ここ数年ですごい好きだったのはThis is Us ですね。
This is Us は本当にストーリー的にもすごい面白いし、この演出家の人とかもなんかすごいな、よくわかんないけどすごいなと思ったりとかするんですよね。この役者さんとかその演者の方もすごい面白いし、なんかそういうこうドラマとかテレビとか漫画とか小説家とかの人もそうなんですけど、そういうこのエンターテインメント的なことをとかそういうのを作ってくれる人って本当にすごいですよね。なんかそれでこんなに私を楽しくさせてくれてっていうかなんていうか、このもしこの生きてるリアルのこの現実の人生でなんていうか何もうまくいってなくても面白い本があればそれだけでも生まれたきた価値はあるなっていうふうにやっぱ思えちゃうんですよね。それくらいこういうのを作ってる人って本当すごいなっていうふうに思います。なんか昔はっていうのは子供の頃とかは芸術的なもの、芸術家、いわゆる例えば絵を描く人とかさ、そういう人とかはさ、何の世の中にも立ってなくてなんでそんなことやってるんだろうぐらいなことは思ってたんですけど、やっぱなんていうか、その芸術的なものとかはそのやっぱこうだいぶこう逆に人間的な部分を想像しているものがあるんだなと思って、いやすごいなっていうふうに思ったんですね。その芸術的な部分というか、最近だとこの私はこのいわゆるエンタメ的なね、日常でのエンタメ的なことをね作ってくれる人は、いや本当人間だけど神だなっていうふうに思ったりしてますね。うん。なんか今一瞬喋ろうと思ったことを忘れちゃったんですけど、そんな感じでお盆休み今過ごしてますっていうか、お盆休みっていうかずっと休みなんですけど、過ごしてますね。お盆休みってこう会社員の人とか10日ぐらいあるのかな今年も。うん。なんか8日とか10日とかそれくらいあるイメージですね。なんか前いくつか前の動画でも私がこのエアコンが壊れたっていう話をちょっとした際に、お盆休みでタイに行ってて、タイから帰ってきてお家でエアコンつけたら壊れてたっていう話をしたんですけども、なんかねその時のお盆休みが10日間だったことはなんかよく覚えてるんですよね。10日間のうちの9日間を使ってタイ旅行に行って、そのうちの前後行きと帰りの2日間は移動で、中の7日間をがっつり現地でっていう、そういう計画を立てたのをよく覚えてるので、それで最後の1日は仕事に行く前の日に1日休む1日で合計10日だっていう計画を立てたので、お盆休みは10日だったなっていう記憶が残ってますね。そんな感じで何も締まりも着地点もないですけれども、それではまた。